はいどうも、車サウチューバーワンサクチューブです。今回はですね、トヨタの新型ハリアーと RAV4PHV の乗り比べ試乗会があったんですけれども、こちらね、カーンドレジャーさんに、私同行させていただいて、参加させていただいたんですけれども、その時にですね、日本未発売のハイランダーというね車が置いてあったんで、私ねそれが一番興奮して見てしまったんですけれども、そのねハイランダーの、特集からお届けしたいと思います。おいおいね RAV4PHV のドライブフィールインプレッションとかもお届けしますのでご期待ください。で今回試乗車として、置いてあったのがですね、ハイランダーのプラチナムというグレードですね。こちらは 3.5 リッター V6 の、ガソリンモデルの最上級グレードになります。で、車両本体価格は、46,850ドルを、107円ぐらいで換算すると、501万円ぐらいになりますということになっていますが、ガソリンモデルの一番安いモデルではですね370万円ぐらいから買える計算になっていました。それではねまずエクステリアから見てみたいと思うんですけれども、今回ね限られた時間だったのでカーンドレジャーさんとね時間シェアしながら撮っています。でこちらね RAV4 とパッと見ね分かんないぐらいの似ているエクステリアなんですけれども、各部がね結構違います。このヘッドライトなんかもね造形結構違うでしょ。こちらね、アダプティブ LED ヘッドライトついています。でウィンカーは豆球ですね。でデイライトの光り方とかも RAV4 とまたちょっと違いますよね。で、フォグランプも、LED になっていると。グリルの部分にはねトヨタのマークから、角のようにね左右に伸びるデザインになっていて、そしてねピアノブラックの、メッシュパターンになっていますね。で直線基調というよりはねちょっと曲線基調でグラマラスなエクステリアの印象です。でフォグランプも LED と。でバンパーカブのところには、プロテクターのようなデザインになっていますね。それではサイドの方に回っていきましょう。サイド回るとね RAV4 とは全然違うっていうのが分かると思います。でハイランダーのボディサイズなんですけれども、インチ換算ですけれども約ね全長4950、1930、全高が1730と、5メーターで幅も約2メーター近くということなんで、日本で扱うにはねさすがに大きいかなと思いますけれども、全幅の 1.9 メーター以外は、CX8 とそんなに変わらないサイズですね。でこちらはね20インチアルミホイールをプラチナムには標準装備となっています。このホイールデザインもなかなかかっこいいですね。そして耳タブミラーじゃないと、360度ビューパノラミックビューもついていて、でRAV4とは異なり B ピラーも、ピアノブラックになっていると。でフェンダーアーチのところとかね、リアフェンダーの周りにはねこう筋肉が盛り上がるようなね、膨らみがあって、この辺もね迫力あります。そしてリアビューなんかはリアコンビネーションランプはねちょっとレクサスっぽいですよね。 LX とか NX とかみたいな形になっていて、これもね、高級感あるし迫力もあるなと思いました。でリアコンビネーションランプはこんな感じで光ります。ウインカーは豆球ですね。でもねこの横長のリアコンビネーションランプなかなかかっこいいと思います。そしてですねマフラーとかは隠されるデザインですね。で、大型のルーフスポイラーついていますけれども、形もね、ちょっとデコボコな形になっていてユニークですね。で、バンパー下部は、シルバーの塗装がされていて、マフラーは見えないパターンになっています。このねサイドからのねこの抑揚のあるボディライン、これ日本車ではねトヨタの中ではなかなかないデザインですよね。いやかっこよかった。これはね日本発売されてないですけれども、発売されたらね個人的には結構欲しいなと思う感じですね。3列シートですからね。はい、続いて内装を見てみましょう。左ハンドルですね。そして鍵穴は見えるパターンになっています。でドアを開けるとこんな感じ。ちょっとこのねタンカラーとブラウンの内装色いいですね。ここももちろんソフトパッドになっています。そしてねここはハードプラですけれども、ここはね木目のような、マテリアルになってますね。これも多分木目調だと思います。このね色はいいですね。そんでアームレストのところも、ソフトパッドステッチ付きのものが付いていますし、ウィンドウスイッチにもメッキの加色がされています。でカーテージランプは豆球ですが付いていますね。でハイランダーのロゴ付きのスカッフプレートが付いています。でヒンジは、プレス製ですね。それでは乗り込んでみましょう。このたっぷりとしたねシートもねいかにもアメリカンって感じですね。でドア閉めた音はこんな感じ。はい高級感ある音がしますね。そしてハイランダープラチナムのインテリア前景はこんな感じですね。いやこれちょっとレクサスって言われても納得してしまうようなカラーリングですよね。トヨタ車では普通はなかったカラーリングになっています。
で細かく見てみましょう。こちらね、12.3 インチのおそらくディスプレイオーディオなんじゃないかとは思うんですけれども、最近ね新型ハリアーについたものと同じような、機能になっています。でナビの1画面表示はできなくてですね、左右を切り替えるパターンになっています。これね左ハンドル右ハンドルにも対応しているって感じですかね。そしてメーターなんですけれども、こちらもねハリアーの上級グレードと同じ、2眼タイプの中央に7インチの、マルチインフォメーションディスプレイが備わるものになっています。このねメーター自体のところも立体的になっていて安っぽく見えないのはいいですね。でこのように情報を切り替えることができますが、表示できる情報自体はですね 4.2 インチのマルチインフォメーションディスプレイとそれほど変わりはないですね。でこのようにねメーターリングの部分がね立体的になっているのはいいですね。そして再びナビ周りなんですけれども、エアコンのスイッチはですねこのようにダイヤルになっていますし、この辺ピアノブラックになっているのもね見栄えは良いですね。でシートヒーターとなんとシートベンチレーションまでついていると、おそらく上位グレードだからだと思うんですけれども、シートベンチレーションついているのはいいですね。でハザードスイッチはここについています。でこの辺もね、シルバーというよりはちゃんとなんかねテクスチャーがある素材になっています。そしてヘッドアップディスプレイもついていますし、しかもねこれ10インチのカラーヘッドアップディスプレイと相当大型のものがついていますね。でトリム上部も、ソフトパッドになっていると。ここもねステッチ付きですからね。でここトレイがありますけど、ここね、間接照明もちゃんと備わっていました。これなんだろうな、これなんか開くんですかね、下から開けられたりとかするのかな、ちょっとよく分かりませんでした。でここ、USB ポートが3口ついてますね。でシガーソケットがついています。そして、センターコンソールなんですけどね、サイドにもたっぷりとしたソフトパッドの、2パッドもついていると。そして、シフトノブ自体はですね、ラブ4とかハリアーと同じものですね、共有パーツになってますね。そして電動パーキングブレーキとオートホールド付きと、これもいいですね。そして、これなんだろうな、ドライブモードセレクトですね。スポーツノーマルエコというのがついています。でこれがですね、こちらにはですねなんとダイナミックトルクベクタリング AWD までついているということで、ラブ4のねアドベンチャーとかにもあった、後輪のね左右にそれぞれ独立してトルクを配分することができる、4駆になっています。そしてねさらに本格的なスノーとかヒルディセントコントロールなどの4駆機能が備わっています。でねアームレストがねシャッター式ですね。そして、スマートフォンのワイヤレスチャージ C がついていました。これもオプションかもしれないですね。で、結構センターコンソールの中は広いですね。シャッターっていうのが面白いですよねこれ。でちゃんと天板はねソフトパッドになっていました。そして助手席の方を見てみましょう。ここがねちゃんとダッシュボードの前のところもステッチ付きのソフトパッドになっていますし、下部のところはねハードプラでしたけれども、グローボックス開けるとこんな感じ、紐押し上げはされてないですね。これなんかゴリラがついてました。これ日本のね、ナビというか地図が、こちらディスプレイオーディオにインストールできなかったからだと思います。そしてこちらデジタルインナーミラーついていましたが、おそらく録画機能はハリアーのようには備わってないと思いますが、解像度はね高いものになっています。そしてねこれ、ホンダの車とかにもありますが、ここにミラーがついていて後部座席の人の顔が見えるようになっているという機能になっています。そして、ルームランプは豆球でしたね。この辺はねハリアーの方がいいかなと。ラブ4に準拠してんのかな。そして SOS コールの、スイッチがあって、超巨大なね、パノラマルーフがありますね。しかもこれ開閉もできるっぽいですね。パワーパノラマビュームーンルーフという風に名前がついてるそうなんですが、日本のものともまたちょっと違うネーミングになってますね。いやこれめちゃくちゃ広いな。しかもこの広大な面積を有している、パノラマルーフなのに、開閉機能も備わると、これ日本で売ってよって感じですね。ハリアーのね超高パノラマルーフなんかよりこっちの方がよっぽど実用性いいんじゃないかと思います。いいですね。はい。そして、オーバーヘッドコンソールなんですけれども、バニティミラーとバニティランプがついていますが豆球ですね。そしてステアリングホイールもね、なんかオリジナルのデザインになっていますね。ここもピアノブラックになっているし、ハリアーのね、ラブ4とかと流用のステアリングよりこっちの方がよっぽど高級感あっていいなと思いました。そしてステアリングホイールの右側ですけれども、ここもねちょっとしたスペースにちゃんとソフトパッド貼られていますし、A ピラーにはね JBL のツイーターがついていました。でここにはちょっと物置になっていますね。で安全装置系のオフスイッチとステアリングヒーター、さらに360度ビューの、
パノラミックビューのスイッチもついていますね。続いて後席を見てみましょう。後席ドアの内側もね、質感良かったですね。でここもソフトパッドになってますし、手動式ですが、ブラインドもついていると。でここもね、木目調のパネルがついています。でこの辺もソフトパッド、ここはハードプラですね。でウィンドウスイッチ台座は、無塗装プラですけれども、スイッチ自体にはメッキの加色がしてあります。そしてね、足元フラットに近いのはいいですね。でめちゃくちゃ足元広いです。で拳 3.5 個分ぐらいあるかもしれないですね。めっちゃ広いです。ラブ4とかハリアーよりはるかに広いですね。そして後席のシートヒーターも完備と、この辺もね機能性もありますね。で3ゾーンのエアコンになっていると。でこの辺もね、ちゃんと液晶のモニターがついているっていうのはいいですね。これね摂氏じゃない表示なんでね、日本では馴染みがないですが、ここにはコンセントと USB のソケット2口もついています。このねセンタートンネルがね低いのがいいですよね。で、左右の間にはなんかこんなね、ドリンクホルダーがあってちょっと段差がありますけど、ウォークスルーできなくはないですね。そして、格納式のアームレストもついていてキャプテンシートになっているので、ゆったり座れますね。でルームランプは豆球でグリップもついていると。で続いて3列目にアクセスしてみましょう。いや結構広いぞ3列目。よっこら小1、はい。でシートを戻すと、はい。拳でもこれ 1.5 個分ぐらいな、一番後ろじゃないですね。2列目を少し融通して前にずらすと、このぐらいの隙間があると。でこっちが多分一番後ろかな。で後席もちゃんとリクライニングが可能となっています。でこんだけね隙間あればまともに座れますね。でこちらはね、後ろの方に2列目をしてますが、拳 1.5 個分ないぐらいかな。でドリンクホルダーもここ2つついてますね。でエアコンの吹き出し口もついているし、三角窓もついているし、結構広いし明るいし、3列目もね3人座れるようになってますね。さすがアメリカン。全幅がね 1.93 メーターあるだけのことはありますね。いや結構まともに座れてますよ3列目。 CX8 とね貼るぐらいちゃんと実用性のある3列目になっていました。続いてラゲッジスペースを見てみましょう。こちらねハンズフリーパワーバックドアになっていると思います。で3列目を使った状態でもいやいや結構広くないですかこれで、ラゲッジアンダーには、これね、トノカバーが収納してありますね。アメリカだとトノカバーもちゃんと標準装備なのかなこれで、3列目をですねこのように倒すとちゃんとヘッドレストも自動で畳まるタイプになってますね。これ賢い。はい、そうするとほぼフラットな荷室になって、これをね常用していれば相当広いですね。いや実用性あるな。そして起こすのもですね紐引っ張れば起こせるという形になっています。後席側からね、やれるのはいいですよね。はい、こうすると、復活と。でリクライニング機構もついているということですね。いやはや商品力高くないですかハイランダーといった感じで、日本未発売のハイランダー、こちらを見てみましたがいかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、いやぶっちゃけこれ日本で売られてたら多分買ってましたね。私ディフェンダーもGLB も3列シートの SUV なんですけれども、それらと比べてもね一番まともに座れるサイズになっていると思います。で CX8 が私が今まで乗った3列シート SUV の中で一番まともに座れる、SUV だなと思っていたんですけれども、それとね春ぐらい、3列目の足元もちゃんと確保されていると、全長自体もね CX8 とほぼ同じぐらいになっているので、3列目の居住性もね似たものになっているというのは分かりますが、フロアの高さ自体がねちゃんと抑えられているので、あまりね体育座りみたいな感じにならない、床面とシートの座面がね、そんなに近くない、高さが確保されているのは良いかなと思いました。3列シート SUV としてはね CX8 の今一人勝ちみたいな状態になっていて、CRV とかは苦戦してますけれども、
おそらくねハイランダーが出たら全部持ってっちゃうんじゃないかなと思うぐらいよくできてますね。これはいやさすがトヨタ。でもね日本導入の予定とかは今のところあるかないかわからないんですけれども、今回の試乗会にねあえてこのハイランダーが置いてあったっていうのもなんかね予感させるものはありますよね。おそらくねこういう動画とか見た市場の反応を見て導入するかしないかっていうのを決めるんじゃないかなとは思うんですけれども、欲しいなって思う方はねコメントとかいいねボタンとか押してもらえるとトヨタの人が見てるかもしれません。今回も物欲刺激される車になってたんじゃないでしょうか。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。